そもそも人はなぜ不安になるのか。例えば同じ環境、同じ状況においても不安になる人とならない人がおられます。この違いは何なんでしょうか。こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、今回の動画は不安障害以外にもうつやパニック症状がある方にもお役に立てると思いますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。そもそも人はなぜ不安になるのか。例えば同じ環境、同じ状況においても不安になる人とならない人がおられます。この違いは何なんでしょうか。今回はその答えにつながるようなお話をいたします。では早速ですが、気憂の話から始めます。この気憂の語源ですが、中国の昔の文献で列詩というものがあり、そこに書かれている故事、昔話です。昔々、紀元前周の時代、中国の紀という国がありました。この国にある男がいて、空が落ちてきたらどうしよう、地面が崩れて住む場所がなくなったらどうしようとひどく心配していました。この男、寝ても覚めてもそのことが心配で、その心配のあまり食欲も失い、病の床に伏せるまでになったというお話です。この話から心配しなくていいことを心配すること、取り越し苦労という意味で使われるようになりました。ここで話を元に戻します。不安の元になるのは何か。それはズバリ空想だと思います。様々な意見はあると思うんですけども、今回は空想と言い切りたいと思います。そしてこの空想に怯えるのが不安、これも言い切りたいと思います。ではなぜ空想に怯えてしまうのか。それは事実と思考がごちゃ混ぜになっているからです。この場での出来事をどう捉えるかという思考の癖、考え方の癖なのですが、これが事実と思考を混同してしまっているからです。だから空想に怯えてしまうということになっている可能性が非常に高いんです。ではこれをどう解決すればいいのか。やはり少しトレーニング、練習が必要です。なぜならあなたの今の思考、考え方ですね、考え方の癖を修正しなければならないからです。ではその方法ですが、事実と思考を分けるという練習をしていただきます。これはいつでもどこでもできると思いますので、ぜひ実践してみてください。ではその方法ですが、まず自分の周りのものを見て、〇〇ですと言ってこの事実を答えます。そして〇〇と思っていますと言って自分がどう思っているか、どう考えているかを答えます。これを周りのいろいろなもので行っていきます。この事実というのは誰がどう見ても変わらないものです。そしてこの思考というのはその人によって変わっているものです。考え方とか思っていることです。例えばですね、このホワイトボードを見て、ここにホワイトボードがあります。これですね、ホワイトボードがあります。そして私は小さいなと思っています。これが思考ですね。このホワイトボードが誰がどう見てもここにあるのは事実です。でこれをどう思うか。私のように小さいと思う人もいれば、これを見て大きいと思う人もいる。もしくは古いなって思う人もいれば、まだ新しいなと答える人もおられるわけですね。だからこれが思考になるわけです。別の例で言いますと、これホワイトボードマーカーがあります。誰がどう見てもホワイトボードマーカーですね。これを見て、新しいなと思っていますとか、短いなと思っていますっていうのは思考です。ホワイトボードマーカーがあるっていうのは事実です。でそれを見て小さいと思うのは思考、新しいと思うのも思考です。あとですね、これ電気ついてますね。電気がついています。この電気がついているっていうのは誰がどう見ても電気がついていると思います。電気がついていますっていうのが事実です。そしてそれを見て明るいなと思っています。暗いと思う人もいるかもしれないし、眩しいと思う人もいるかもしれません。あと通勤中の電車の中とか歩きながらとか信号待ちとかでも行います。例えば信号が赤です。信号が赤というのは事実です。
でそれを見て早く変わらないかなと思っているっていうのが思考です。全くそう思わない人もいるかもしれない。電車の中とか歩きながら通勤途中どこでもできると思います。これを1日5分事実と思考を分けるという練習をしていただくことで思考の癖が修正されて不安な気持ちが少しずつ改善してくると思います。不安な気持ちなどでお困りの方はぜひ一度試してみてください。ただこれも初めからうまくいく人と慣れるまで少し時間がかかる人がおられます。ですからたとえうまくいかなかったとしても諦めたりせず最低1週間は続けてみてください。また1週間続けてみてうまくいかなかったとしてもその他の方法も紹介していきますのでうまくいかなかった方はそちらも参考にしていただければいいと思います。はい、本日は不安症、不安障害などでお悩みの方だけでなくうつやパニック症状でお困りの方にもお役に立てると思います。今後も自律神経関係の情報、うつ、パニック、不安、睡眠障害などを含みます。自律神経のさまざまな改善方法、エクササイズ、ワーク、思考の切り替え方、心理学などを紹介していきます。それらを見ていただいて改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にお知らせです。裏チャンネルでは公の場ではちょっと言えないなというような医療業界の裏話的な内容も含めてお話ししています。これはメールマガジンに登録していただいた方のみにお知らせしています。メールマガジンは説明欄にリンクを貼っていますのでそちらから登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。